企画段階から今日まであっという間だったなっていう感想なんですけれども、稽古時間もそこまでめちゃめちゃ取れてたわけじゃないんですけど、なんか2人だからなんかギュッと最後の1週間で濃いものにしてなんかこの作品ができたなと思って、もうとにかく早くいろんな方にこの作品と梅津瑞希という才能をぜひ見てほしいなと思っております。その稽古時間があんまり取れなかったっていう話が結構始まりましたみたいなやっぱツイートをするものじゃないですか。で結構終わりましたみたいな、だからその稽古日数がどれくらいだったかが世間にバレてしまっているっていうのがこれは良くないなって思いましたね。でも本当に短い期間で翔平が来る前にもいろいろと組み立てていたものが翔平が来たことによってギュッと実を結んだというか、色がついてなんか短いなりにすごく毎日これはいいものになるなという実感を日々得ながら稽古ができたので、そこ自体は結果としては問題のないものを見せれると思います。すごく思うんですけれど、毎回やっぱりこういう囲み取材が、昨今ちょっと復活してきて、コロナも明けてなんかこうして目の前でお話できるのがすごく楽しいなって思いもあるのと同時に、いざ自分がこの演出脚本、そして出演という形で今回このユニットを立ち上げて囲みがあると思ってなかったんですこれでこう囲みで話させてもらうと、なんかやっぱり今まで自分が役者として出てきたその舞台の演出家さんたちがこれはとても素晴らしい作品で面白い作品になったと実感していますみたいな言葉をやはり皆さん口々に言うことのなんと勇気のいることかっていうそれをすごく今実感していて、でも同時になんかすごくこれを戦うぞというか絶対面白いものもこっちはできたと確信しているので、あとは皆さんがそれをどう咀嚼するのかっていうぐらいのなんていうか心持ちで今この場に立てているというのが、今回もすでにそういう意味では成功したのかなという実感を得ていますね。はい、注目ですか。そうっすね、なんか、今回オムニバスでなんかいろんな色の作品をお届けするんですけど、なんかやっぱどれもこれってちょっと言い難いぐらい素敵なものとなっておりまして、見どころというか今回見識としてやるってなって、まず何をやりたいかっていうことを相談した時に、最初に水木君がおっしゃった案をもうそのまま今回取り入れて、もうそれだけは揺るがずにちょっとずっと進んできて、で多分お客さんびっくりすると思うんですよ、その仕掛けを見た瞬間。これってもしかしたらトラブルなんかなって思うぐらいのものすごいド派手な仕掛けがございますので、なんかそれをいつ来るんだろうとちょっとドキドキしながら待っててほしいなと思いますね。見どころなんですかね、ネタバレになっちゃうか。でもでも初日開けた後だから、そうですねある意味やめとくかでもある意味ネタバレというと今一つもすでにネタバレがあって、このブロックが一つこれも見どころといえば見どころ。そうですね、ほんのちっちゃな見どころだけど、これがでもいろんな形になっていきますからね。なんか今回このキャパシティの小屋でやるということになって、で2人でじゃあどういうふうに演出もやることだし舞台が面白くできるんだろうなっていう仕掛けをやっぱ考えなければいけないとなった時に、僕なんかやっぱこういうボックスがすごく好きで、っていうのもなんかやっぱこれって何にでも形的には取れるし椅子にもなるし便利だし、でなおかつ何にでもなるってことは見ている人の想像力だったりとかに訴えることができる、すごくシンプルに。だからなんかこのボックスを今回使ったっていうのもあるんですけど、見どころ
今回配信ももちろんあるので劇場に来れない、ね、たくさんの方もそちらで見ていただくことになると思うんですけれども、すごくこの場所にいる、見に来ている人がいるってことをすごく意識した作りにはなっていると思います。なんか演出もそうだし、このお話自体もそうだし、なんか劇場にこの狭かったりお尻が痛かったりするような場所にわざわざやってきて、みんなで一つのものを見るっていうその体験もなんかすごく特別なものにしたいなという愛が随所に散りばめられているので、皆さんが見てお気に入りのポイントを見つけていただければいいなという感じですね。そうですね。僕は今回その役者としての水木君の面と演出家としての面と両方見れてすごく贅沢だなって思ってるんですけど、役者としては演出家としてはすごくやっぱりこういうのって経験しないとなんかどういうふうになんか照明さんとかが打ち合わせはするんですけど、なんかどういうふうな感じで進んでいくのかなっていう、なんかそういう分からないことの壁っていうのはすごいぶつかってるなって間近で思ってまして、でも僕にできることは何でもと思ってずっと隣にいたつもりなんですけど、だからなんかそういうものを知った梅津瑞希という人間は今後なんかより濃く深くいい役者としても演出家としてもいい人になるんだろうなって思ってます。あとはそのアドバイスが的確というか、なんか僕自身その演出家さんの要望になんかちゃんと応えられてるのかなとかそういうドキドキした感じはあるんですけど、なんか不思議で、普段はもちろん距離感近くいさせてもらってるんですけど、なんかそういう時は自然となんか敬語がちょっと出てしまうみたいな。なんでだろう、やっぱ演出家さんと接してるなるほどねはい、でもなんかすごい切り替えてて本当に本人が一番今回やるにあたって大変だったと思うんですけど、だから水木君のためにも、この原式というユニットのためにも必ず成功させたいなと願っております。大変だった舞台作るのってこんなに大変なんだなってことを本当改めて実感したというか、いろんな人がやっぱりいろんな思惑で一緒に一つのものを作るってことの絡み合い方というか、それをこうほぐして一本の束にしなければいけないっていう、個々人がそうしていかなければいけないというのは、これすごく大変ですね。そうですね、役者としての橋本翔平、もともとこの原式というユニットをその立ち上げるにあたって、やっぱりその役者としての翔平を間近で見ていたことがやっぱり一番大きくて、っていうのもなんかその彼のそういう素直さだったりとか、なんかすごく自分にその瞬間あるそのパッときたインスピレーションだったりとか、そういう感情みたいなものをすぐに表に、しかもいい形で届けられるっていうその瞬発力の高さだったりとか、そういうものになんかすごく惚れて立ち上げたので、もうその認識はやっぱり変わらないというか、そして演出として関わると、こっちが例えばこういう風なのだとどうみたいなのとかもとりあえずもやってくれるし、すぐにでそれもやっぱり自分の中の想像した音だったりとか、その見た目だったりとか、やっぱり想像した翔平をそのままやってくれるんですよ。なんか出てくる感じがすごくして、だからなんかこんなに信頼できる人はやっぱりいなかったなって改めてこの短い稽古期間で思いました。そう短かったからこそ、よりそのこっちのオーダーにすぐ応えてくれるっていうのが、もうすぐ帰ってきたから、よくこの短い稽古期間で完成させられたんだろうなみたいなってのはありますね、すごく。でなんか僕の目的としては、一応演出というその俯瞰の目も持たなければいけないし、でなおかつこうやって共演もしなければいけないので難しいところであるんですけど、なんか翔平のやっぱり応援してくれてる方が多く見に来られるだろうなっていうのもあって、皆さんが
見たことのない橋本翔平をやっぱ見せたい。俺はこんな翔平も知ってるんだけどお前ら知らなかっただろうっていう謎のねマウントを取りに行きたいなという思いでいますね今後も、はい、稽古中に印象的だった出来事なんだろうね。いや俺もう1個しかないと思う。何？とりあえず全部作って形できたんですけど、これでもちょっとこの一つのオムニバスのお芝居なんですけど、これちょっとどうなんだろうっていうことでゼロから作り直したんで、しかもそれがね割ともう終わり間近ぐらいのところでゼロから作り直して、ただ1日で全部作り直したんですけど、めちゃめちゃ良くなる、ね、あれはあの日のみんなの集中力はすごかった本当に稽古場が一丸となって、4つ目ですかね。なんかそういう点でもすごく悔しい思いをすることが多々あって、なんか、この短い稽古に至るまでに、度重なる打ち合わせを繰り返していて、その打ち合わせの中でここをどう表現するのかってなった時に、こういうのはどうですかとか、こういうのだったらなんかうまくできるんじゃないかなみたいな話をしていたものをふんわりさせていたものが、諦めてじゃあこういう形でとりあえず進めましょうって言って作ってきたものが、実はこれだったらこうできるよみたいなのがポンと突然後で出てきて、じゃあこっちっていいじゃんみたいななんかそういうことがあったりとかして、でその全部作り変えるに至ったんですけど、だからなんかそういう意味でもすごく演出家としてこれから世に羽ばたいていこうという気はさらさらないんですけどそういう演出の幅というか知識としてまだ知らないことがいっぱいあるし、やっぱり芝居だけではなく音響だったり照明だったりいろんな舞台機構だったりっていろんなことに対して詳しくないとやっぱ演出っていうのがうまくいかないんだなっていうのは強く今回実感しましたね。僕はおじいちゃんになるまでやろうとできる限り一緒に歩いていきたいなと思っています。でもそれはやっぱり今回いろんな方々がご助力していただいて、今回配信までしかも叶えていただいているという形になってるんですけど、皆さんが応援してくれるから続けられることであって、僕らの意思とはまたちょっと関係ない部分もあるから、こちらももちろん頑張って毎回面白いものを出そうとはしますけど、だから皆様がふるってこのお祭りにご参加続くんじゃないでしょうか。いやそうですよね。いやでもなんか本当にまだ本番開けてないのに終わってないのに、なんかもう稽古場の段階からすごい前向きで未来に、なんか次こういうことしたいよねって、まだ稽古やってるのになんかまた次のステップの話とか、なんか次こういうギミックとか使ったら面白そうだよねとか、なんかめちゃめちゃ前向きなので、なんか本当に多分魂が燃え続けるまでずっと続けたいなと思いますし、いやでもそれは水木君言ってたお客様次第なところもございますので翔平がね突然40くらいになって、俺やっぱ農家やろうかなって思いますけどでもなんかそうなるかもしれないし、そしたら畑でね芝居するのもいいかもしれない畑でね、いやいいですね。いやでもなんかもし農家やりたいってなっても原式と農家の二刀流でなんかやっていきたいなどうなんだいやって思ってます今、もうとにかく、今回も公演これからやるんですけど、なんか未来につながる公演にしたいなと思っております。
ああ、これもしかしてタバコ苦手？ああ、そうなんだ。いや、ちょうど今禁煙しようと思ってて、これがその最後の一本。いやいや、何も言ってないよ。おいお前何なんだよ。ひょっとしてお前佐々木？お前佐々木だろ。もう無理だからなそれ。久しぶり。何？いや、お前には魂がない、愛がない。何でもお金で手に入れることができても内側の寂しさだけは満たされないってことだ。なんでそこまで言われなきゃいけないんだろう。だってお前本当のところ欲しいものなんてないだろ。ドーン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 しかーもう一回はいドーンドーンドーンもう一回とかないんだよ。本番は一回、人生も一回、やり直しなんて聞かないんだ。あの